味見してみたいと思います。夫婦しなくてもいいです。おやつ代わりにクッキーとかサンドしたりとかね。今日は香りバターを作ります。甘い辺です。ブアゴマティゼシークレっていうのは砂糖とか甘いとか、バターのアゴマティゼね、香りのことをアゴマティゼって言います。はい、材料です。バターはポマード状にしております。そして僕のお友達の天才糖。まず1種類目は、くるみ、アーモンド、クランベリーね、これクランベリー、こうやって全部袋で売っております。2種類目、ポマードのバター、天才糖、コアントロー、ね、コアントロー後で説明します。そしてコアントローといえばオレンジ、ね。はい、3つ目、ポマード状のバター、そして、丸ごとブルーベリー、これセックになっております。そして、カシスリキュール、ね、ちょっとこれセックになっておりますので、最初からカシスリキュールでふやかしておきます。はい、こんな感じですね。まず1種類目、ポマード状のバター。これね、どういうんでしょう、溶かしちゃうと、練りバターになりませんので、そして天才と結構入ります。そしてですね、このナッツ類はこれ包丁で切っても結構です。またこうやっていつもの我々こうやってこういうのがなければ何かなんていうんですか、布に入れて飛んできました。飛んではい、こうやってはい根気よく飛ばないで、はい、こうやって少しザラザラしてもね、構いません。形になってれば形になったので、またはい、この辺はあんまり気にしないで、はい、まず1つ目です。そして2つ目はですね、オレンジの皮をね、こうやってはい、結構そうしましたらですね、皮は絶対白い皮は苦いので入れないでください。オレンジはですね、こうやってこの白いところにこう包丁をかぶせてグイーン丸く、これはオレンジだけじゃなくて果物のカットははい、そうしましたらこうやってこれカルチエっていうんですけどね、この筋に沿って包丁を入れておきます。はい、このカルチエはですね、なんと皆さん明日クレープシュゼットに使います。こっちの見てください皆さん、この白い皮はこれは絶対に使わないでください。そしてポイントです。ここに汁がたくさんあります。この汁を今日1個分絞ってバターに入れます。ね、こうやって見てください。ジュースが結構出ます。よく絞ってください。はい。
そうしましたら、この皮とにポマード状のバターを入れます。そして甜菜糖、そして、コアントロ、これはオレンジのリキュールです。そうしまして3つ目、バター、ポマード状のバターを入れます。はい、ちょっとふやき方が足りないので、皆さんはじっくりふやかしてから入れてください。これをそのまんま入れます。はい、それではよくこうやってスプーンの裏側でこうやってよく練ってください。皆さんね、バターはあまりこうやって混ぜてる間にだんだんこうやってね、見てください、緩くなりますので、こうやってスプーンでの裏でね、お尻の方でこうよく練り上げてください。これ結構ブツブツしてますけど、皆さんは好みですよね。こうやってブツブツしてますと、カリカリっと歯ごたえにもなりますし、もし滑らかにしたければ、結構細かく刻んであげてください。はい、見てください。こうやって。はい、ひとまとめになりました。はい、次、オレンジです。はい、これも、スプーンの、ね、裏側でこうやって練ってください。バターをこうやってなんか潰すようなイメージで。はい、氷が10個できました。さっきオレンジの汁が入ってましたので、これ汁があるとね、ちょっと、混ぜづらいので、よく。はい、大体回りました。はい、次。よいしょ。ブルーベリー。よいしょ。これぐらいの硬いぐらいの方が柔らかいと本当にべちゃっとなっちゃいますんで、混ぜづらい感じの方がベストです。こういう感じで。よいしょ。これ液体が入ってますんでちょっと混ざりづらいですけど、よいしょ。結構重労働です。これね、ちょっと溶けちゃうとね失敗なので、こうやってポマード状に、意外とこれ難しいんですよ。このポマード状でこう管理するっていうのは。よいしょ。はい。はい、そうしましたら、仕上げに木べらでこうやってよく練ってあげてください。よいしょ。ね、こういうこれぐらいのポマード状が理想的です。これ結構ね、皆さんこういうポマード状になるってそして、ヘラをまたよく洗います。ブルーベリー。これはちょっと液体が入っているので、ちょっとこうやってこう、なんていうんですか、ちょっと滑りますので混ぜりづらいですけど、
よくヘラで、これ結構テクニックいりますよ。よいしょ。はい、これでよく混ぜました。これは皆さんね、おやつ代わりにトーストで、今日は僕トーストを焼いて食べますけども、あとトーストとかクッキーとかね、クレープシュゼットだとかいろいろ、おやつの時に、使ってください。はい。このヘラはよく洗っておいてください。香りが移っちゃいますので。オレンジ、これも汁が入ってますので。これね、本当皆さんこれバターをね、固めでやらないとバターがこうなんていうんですか、溶けちゃうと全然このペーストの、役割を果たしませんので、結構ねこれ難度高いと思いますよ。これぐらいのね、わかります？はい、よく混ざりました。よいしょ。これぐらいね、これぐらい。わかります？これ以上柔らかいと、ペーストとは言えませんので。はい、これで3種類出来上がりです。今日は僕はバゲット、トーストで、少し味見しますけども、皆様は、おやつ代わりにクッキーとかサンドしたりとかね、明日クレープシュゼット作りますけど、あとトーストだとか、いろいろおやつ代わりに、さあどんな感じをたっぷりと、まず、ブルーベリー味見してみたいと思います。夫婦しなくてもいいです。なかなかいい感じですよ皆さん。これリキュール入れましたけど、お子様でもいけるかもしれません。結構大人の味ですけど。では次はオレンジバター。ちょっと汁が出てきてますが、あんまり気にしないでください。オレンジバター。なかなか美味しいですね。リキュールも入ってますから大人の味だと思いますけど、それではナッツバター。結構ゴロゴロしてますけどナッツのアーモンドかな。なかなか皆さん美味しいですよ。合わす今日はシャンパンです。シャンパーニュモエシャンドロンネクターアンペリアルピノノワールムニエシャルドネでございます。ドゥミシェックです。ちょっと甘めで、このコンポートバターなんかもうフランス人はウニが大好きなんですけどね、ウニを彼らはバターだ食べてね、本当にフランス人はバターが大好きで、これ保存法ですけど、以前にもお見せしましたけど、油紙で包んで、冷凍で保存するか、冷蔵庫でもまたちょっと固まりますから室温に戻してよく練って、理想的には1回ごとっていうかパーティーごと、これだと例えばそうですね、
5、6人から10人ぐらいのパーティーの時に一回一回、作ると非常に香りが、冷凍でも保存できますし、冷蔵庫でも保存できますし、ぜひ、ちょっとしたパーティーに、トライしてみてください。思った以上にダブルグーです。どうぞ、これからね、みんなの集まる機会が多いと思いますので、試して合点グーです。